皆様大変長らくお待たせいたしました。本日は日本博、日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションをご覧いただきありがとうございます。本プロジェクトのプロデューサーの神谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今年で24年目の開催を迎えた、米国アカデミー賞公認国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアジアは、総合テーマ日本人と自然のもとに縄文時代から現代まで続く日本の美を国内外へ発信し、次世代に伝えることでさらなる未来の創生を目指す日本博とコラボレーションしています。このシンポジウムでは、令和4年度日本博主催共催型プロジェクトとして、日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションと題して、プロジェクトにご参加いただいた作家の方々をお招きし、執筆いただいた作品については、もちろんのことですけれども、日本に眠る語り継ぎたい物語やその魅力、また日本の美についてお話ししていきたいと思います。それでは、プロジェクトにご参加いただいた作家の皆様に順番にご登場いただきましょう。まずは柿沼正美さんです。柿沼さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、柿沼正美さんは東京都生まれ、神奈川県育ちで大学職員勤務を経て作詞家になられています。ジュジュ、スノーマン、ジャニーズジュニア、ミュージカル、刀剣乱舞、テニスの王子様、ライジングビート等の楽曲へ作詞で参加されています。音楽業界でも非常にご活躍の方です。柿沼さんには今回、舞台は岩手、遠野物語に収録されている座敷わらしを題材に、けっぱれという短編をご執筆いただきました。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では続きまして、乗金健人さんです。はい。乗金さんは、兵庫県在住、2017年公募から食べるのが遅いボリューム3書士カンカン号に虫歯になった女が掲載されています。2019年に短編集対岸にいる男、惑星特注ウェイブックスからですけれども、電子書籍で出版されています。2020年、風の短文移動図書館の子どもたち柏書房に長編ケンちゃんが掲載されました。2021年第7回ブックショートアワードの大賞を受賞されています。乗金さんには、熱海で暮らす仲良しな女の子2人の物語、海の見える街で私たちを書いていただきました。モチーフは寛一宮の金色夜叉です。乗金さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして、お三方目ですけれども、菅原敏さんです。菅原敏さんは、詩人ですね。詩人の菅原敏さん。2011年、アメリカの出版社プレポストより詩集、裸でベランダ、うさぎと女たちをリリースされています。以降、執筆活動を軸に、ラジオでの朗読や歌詞提供、欧米やロシアでの海外公演など、幅広く詩を表現されています。近所にかの人跳躍世界恋愛詩集、東京新聞からですけれども、あと、燃やすとレモンの香る詩集、果実は空に投げ、たくさんの星を作ること、水戸さや、季節を脱いで二人は潜る、来庁者を、出版されています。東京芸術大学の非常勤講師もされています。菅原敏さんには、菅原道真の和歌と飛び梅伝説をもとに、福岡に移住する女性とその家族の関係性を描いた、琥珀色の瓶というタイトルの小説を書いていただきました。菅原さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。そして、本日映画監督の平和弘さんにもお越しいただく予定なんですけども、ちょっと回線の調子が悪くて、後ほど、間に合えば入っていただくという形になりますけれども、一旦この4名で、まずは、お話進めていければと思います。改めまして皆さんよろしくお願いします。よろしくおお願いし願いしまます。はい。で、今年で3回目となります、日本各地のストーリー創作プロジェクトなんですけれども、過去2回においては6名の方に、ご執筆いただいてます。上田隆弘さん、大前青さん、高野裕太さん、高橋久美子さん、田丸正智さん、森名子さんという6名の方に、短編小説をご執筆いただきまして、作品はすべて英訳して世界に発信しております。さらに、おばあさんの川を井上弘樹監督に、昨年はお川の羽衣を、本日ご登場いただけるかどうかちょっとあれなんですけれども、ご予定の平監督にショートフィルム化していただいております。で、今年も3作品の中から1作品をショートフィルム化する予定というところでございます。
で、改めて企画についてのご紹介なんですけれども、今回のこの日本各地のストーリー創作プロジェクトには、まずメインテーマとして掲げている、日本の美という日本の美に加えて大きな特徴が2つあります。で、1つ目がある特定の土地、実際の土地を舞台に、執筆いただいているということが1つ目の特徴。もう1つが、その土地に伝わる物語や文化をモチーフに、作品を書いていただいているという、この2つが大きな特徴となっております。なので、まずは、作家の皆さんに今回作品の舞台となった土地、それぞれ、書いていただいた土地の魅力について、執筆を通して、感じたことを順番にお話を伺っていければと思います。じゃあ、まずは、柿沼さんにお話を伺ってみましょうか。で、柿沼さんの作品は、岩手県の遠野が舞台、作品を書く中で感じた岩手の魅力だったりっていうところを教えていただければと思います。はい。実は私が、最初に岩手県に行ったのが中学生の修学旅行だったんですけれども、その時が首都圏から出るのが初めてだったんですね。なので、首都圏以外の場所の印象っていうのが、第一印象が岩手県で、当時は旅行者だったからっていうこともあるとは思うんですけれども、行く先々で皆さんがとてもよくしてくれて、これ食べたら美味しいよとか、ここ行ってみるといいよとか、そういうふうに優しく声かけをしてくれたりとか、あと、ちょうど宿泊した宿が木造の古い宿だったんですけれども、そこが、空気が全然都会と違って、すごく子供ながらに落ち着いたっていう記憶がずっと残っていて、それが岩手県の私のイメージなんですね。なので、魅力としては、そういう人とか場所のおおらかさとか、落ち着く空気感っていうのが魅力だなって今でも思ってます。ありがとうございます。今おっしゃっていただいた魅力が存分に作品の中で、表現されているのではないかと思います。ありがとうございます。じゃあ続いて、のりかぜさんにお話を伺ってみたいと思います。のりかぜさんには静岡の熱海を舞台にした作品書いていただきました。熱海についての印象だったり、があればお話しいただければと思います。はい。僕は熱海はちょっと観光で一度行ったことがありまして、やっぱり熱海ってリゾート地としてすごい栄えてきた歴史があるので、なんかレトロな街の雰囲気というか、すごい観光スポットも多くてですね、なんていうか、いい意味で古めかしさとか、ノスタルジーを感じるような場所がたくさん残っていて、すごいいい雰囲気でした。で、街の地形が結構熱海って特徴的で、海と市街地と山とか距離がすごい近くてですね、少し移動するだけで、なんか街が表情を変えていくというか、そういうのはすごい魅力的でですね、あとはやっぱり定番ですけど、海の景色がすごい良くて、で、その熱海の方、結構急な坂道とかが街中に多いんですけど、歩いていくと、なんていうか、建物と建物の間から、海がちらっと見えたりとか、なんか少し開けた道に見えたらパーッと海が大きく広がって見えたりですね、なんかどんどんどこから海を見ても飽きないというか、そういったなんかその魅力っていうのはなんか作品の中で出せたらいいなと思って書いてみました。はい。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、なんというか、その街の景色だったりっていうところの魅力を存分に広く描いていただいた作品だと思います。ありがとうございました。はい。続いてじゃあ、菅原 B さん。B さんは福岡県の作品ですけれども、執筆を通じて感じた、福岡という土地の魅力だったりについてお話しいただけますでしょうか。はい。福岡好きで、このプロジェクトの前にもよく足を運んでるんですけど、基本的にすごくちょうど良い街だなと思っていて、いろいろなものがすごくちょうどよくって、空港からの市街地へのアクセスももう車で15分20分で着いたりとか、あと都会と自然のバランスとか、中心部からでもちょっと足を伸ばせば綺麗な海があって山があって美味しいお店もたくさんあり、なんかとっても過ごしやすく
個人的にはなんか暮らしてみたいなと思うような土地だったので、今回こうしてね、執筆する視点で改めてこう福岡を見て、さらにこう思い入れも増したというか、そんな感じであります。ありがとうございます。今、暮らしてみたいというようなお話ありましたけど、作品はまさにその福岡に移住というか、福岡で新たな生活を始める女性の話だったと思いますので、また後ほどストーリーについては詳しくお伺いさせていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ今お三方には、それぞれのモチーフにした物語の土地の舞台をお話しいただきましたけれども、ここからさらに詳しく今回執筆いただいたそれぞれの作品について、順番に詳しくお話をお伺いしていこうというふうに思っております。またこちらもすいません、毎回冒頭で申し訳ないんですけど、柿沼さんからお願いできればと思います。で、柿沼さんに書いていただいたのはけっぱれという、作品ですね。で、私の方から簡単にあらすじ紹介させていただきますと、こんなあらすじですね。久しぶりに岩手県で暮らす祖母の元を訪れることになった優斗という男性ですね。岩手県に到着したその日の夜、一人の少女と出会ったことで懐かしい気持ちとともに、ある不安が湧いてくる。その不安は祖母と別れるまで優斗を悩ませ続けるが、というようなお話ですね。これは柳田国男がまとめた説話集の遠野物語に収録されている座敷わらしをモチーフに書いていただいた作品ですね。で、座敷わらし、皆さんご存知の通りですけれども、日本の妖怪というような存在なんですけれども、この作品についてまず著者の柿沼さんご自身にお話をお伺いしていきたいというふうに思います。まずはそのモチーフとした物語についてなんですけれども、遠野物語の座敷わらしというのが、いろんな座敷わらしのイメージがあると思うんですけれども、遠野物語の座敷わらしを初めて読んだ時の、に感じられた柿沼さんの印象だったり、魅力に感じたことだったりっていうのをまずお話しいただければと思います。はい。柳田国男さんの遠野物語に収録されてるって今おっしゃっていただいたんですが、その中の一つではあるんですが、ストーリー、遠野物語自体は100以上のストーリーがあるんですけれども、その中でもこの座敷わらしの話がとてもパンチが強い内容だなっていうふうに最初思いました。絵本とかで座敷わらしっていうのを見ると女の子で小さくて可愛くてっていうイメージがあったんですけれども、この遠野物語のものを読んでみると、どちらかというとよくテレビの怖い話とかで扱われるような妖怪的な、いるのかいないのかわからないけどいたら怖いっていうような存在だなっていうのが分かって、遠野物語の座敷わらしの第一印象だと、自分の可愛いっていうイメージを覆す怖い存在だなっていう印象が最初でした。ありがとうございます。なんかそうですよね。とっても怖いお話で、なんとなくみんなが漫画だったりコミックだったりで馴染んでいる座敷わらしとは一味も二味も違うような存在だったかと思うんですけれども、それを作品として今回書いていただくにあたって、どんなふうに解釈して、どんなふうに現代によみがえらせるみたいな形を考えられたのかも教えていただいてもいいですか？はい。小説を書くにあたってどういうものを書こうかなってやっぱり最初に考えたんですけれども、私の中のテーマでもあるんですけれども、幸か不幸かっていう、幸せと不幸せって何なんだろうなっていうのを今回切り口にまず考えて、何かがあるから幸せなのかとか、誰かがいないと不幸なのかとか、で、その幸せかどうかっていうのは、それは人から与えられるものなのか、それとも自分で作り出せるものなのかっていう疑問について、今回この座敷わらしっていう存在を軸にして、一つの考え方ですね。答えとまでは言えないですけど、幸せってこういうもんなんじゃないの？こういうふうにしたらいいんじゃないの？っていう自分の中での考え方を、座敷わらしちゃんに示してもらったかなっていう取り入れ方をしました。ありがとうございます。本当にその幸せ不幸せみたいなところをどう解釈するかっていうところで非常にうまく物語アレンジしていただいたと思うんですけれども、その作品
個別の作品自体の話もそうなんですけど、今みたいな形でもともとあるお話を、どういう形で現代によみがえらせるか、新しい物語として息を吹き込むかみたいなところで、ちょっともうちょっと大きめの話で二次創作の魅力みたいなところも合わせてお伺いできればと思います。はい。一つの作品を見ても、みんな読み手によって見たり聞いたり読んだりするときに感じることって一人一人違うじゃないですか。で、それを自分の中で噛み砕いて、こういう解釈もあるんじゃないか、こうだったら面白いんじゃないかっていうふうに広げていけるっていうのがいいところだと思うんですね。で、今回の例えば座敷わらしの話だと、私はたまたま幸せかどうかっていうところに引っかかったけど、他の人が見たら、家の人たちが死んでしまうところに注目するかもしれないし、座敷わらしが点々と旅するようにどこに行くのかとかっていうのに注目する人もいるかもしれないので、その一人一人の読み手によって物語を広げていけて、でなおかつそれを通して批判的な意見があってもいいし、好意的な意見もあってもよくて、そこを超えたところでまた原作の良さに立ち返れるっていうのが二次創作の魅力なんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。あれですよね、やっぱり原作読んでこっちを読みたくなるとか、こっちを読んで原作読みたくなるとか、なんか行き来が出てくると、より面白くなってくるんじゃないかなっていうふうに今伺ってて思いました。はい、じゃあお二人でものりかねさんと菅原さんにもお話をお伺いしたいと思うんですけれども、今回、同じテーマ、土地だったり、物語は違えども、同じ形で二次創作っていうものを書いていただいて、ご自身の経験もありましたし、あるでしょうし、今、柿沼さんおっしゃっていただいたことも踏まえて、それぞれ、ご感想だったり、ご質問だったりっていうのをお伺いできればと思うんですけども、のりかねさん、いかがでした？はい。まず、ケッパレは、僕、すごい心温まる素敵なお話だなと思って、非常に面白く読ませていただきました。で、僕自身はですね、岩手県一度も訪れたことないんですけど、その祖母の家に遊びに行くっていうところで、なんか天井の木目とか、なんか浴室のタイルとか、そういう細かい描写のところで、なんだか自分が小さい頃に見た風景とすごい重なるところもあって、なんかイメージ湧きやすい感じでしたね。で、あとお話の中で郷土料理がいくつか出てくるんですけど、もうそれは絶対いつか必ず岩手に行って食べたいなと、なんかそんな風に思ってしまう、なんか文章でしたね。はい。あと、そのモチーフになった座敷わらしなんですけど、すごい、全国的に結構ポピュラーな話で、僕自身もなんか主人公と同じようになんか怖いイメージが座敷わらしってあったんですけど、ただその主人公のお母さんとか祖母とかはですね、なんかそんなに座敷わらしを怖がってなくて、でも、かといって、なんか座敷わらしの存在自体は全然疑ってないというか、なんかそういうところになんか、信じるとか信じないではなくて、なんかその座敷わらしのその岩手に馴染んだお話っていうのが、よくなんか体に馴染んでいるからこその反応なのかなみたいな、そんなことを考えたりとかですね。なんかそこからその土地に住む人のなんか強さというか、なんかたくましさみたいなものをなんか座敷わらしを見る目を通じてなんか描かれていて、すごい魅力的な人物だなと思って見てました。ただその、あとですね、このタイトルのこのけっぱれっていう言葉、なんか僕すごいいい言葉だなと思って、っていうのも、なんか頑張れっていう意味なんですよね、確か。けっぱれって。それが、なかなか頑張れって結構力強い言葉で、ちょっと責任とかプレッシャーを感じるような言葉の響きがあるんですけど、けっぱれと言ってもらえると、なんかすごく、前向きに心が軽くなるような雰囲気があって、すごく、なんかいい言葉だなと、作品を終えた後になんか思いました。はい。そうです。
以上です。はい。ありがとうございます。素晴らしい感想ありがとうございます。食欲も刺激する小説だったというようなところで、ありがとうございます。じゃあ、続いて、菅原 B さん、いかがでした？ケッパレを読まれて。はい、今、のりかねさんが、お話ししていたように、同じように、とっても温かな気持ちになる、小説で、ちょっと自分のおばあちゃんのことなんかをね、思い出しながら、読んでたんですけれども、何度か遠野には自分も行ったことがあって、民話とか、いろいろなこう妖怪がたくさん溢れている、あの土地の空気が少しこうね、久しぶりにこう蘇ってきたというか、さっきね、幸か不幸かっていう、その裏と表みたいなことをおっしゃってましたけど、この小説の中でもその座敷わらしのちょっと怖い部分と、あとすごくその幸せをこう、そっとこう肩を押してくれる存在としての座敷わらしみたいな、なんかそういう、座敷わらしが持っているこう二面性みたいなものも楽しく拝見してましたし、あとね、今おっしゃられてたお料理の部分で、遠野物語では座敷わらしがいなくなったお家に大量のこうキノコが生えて、それを食べてみんななんか親族中が死んでしまったみたいなお話だったと思うんですけど、その毒キノコの残っている民話と、今回ね、描かれているとっても美味しそうな郷土料理のなんか対比なんかも勝手にこう行き来しながら読んでいたので、ぜひね、その辺なんか食の目線からも東北が楽しめるんじゃないかなっていうのは感じてました。ありがとうございます。どうですか、柿沼さん、面と向かって感想を受けての感想はいかがでしょう？いやー、もうありがたい限りでもう本当に自分でもあまり知らなかった郷土料理っていう部分もありましたし、座敷わらし自体のインパクトがとても強いので、その座敷わらしだけに引っ張られないような日本の良さとか、その日常生活がそこで繰り広げられてるっていうのを伝えたいなっていうのがあったので、その食べ物の部分とか環境の部分とかを読んでもらえたのはとても嬉しいです。ありがとうございます。で、今回ですね、もう一方から、感想をいただいてます。今回のプロジェクトですけれども、皆さんに書いていただいた作品を英語に訳して世界に発信していくというようなことも、企画の醍醐味の一つとしてあるんですけれども、今回はその翻訳者の方から、それぞれ作品の感想をいただいております。で、柿沼さんの担当してくださったのが、シャーニ・ウィルソンさんという方なんですけれども、シャーニさんはニュージーランドご出身で、今はロンドン在住、日本に住んだ経験もあられる方ですね。で、これまでに国香織さんの作品など数々の小説を翻訳されている方で、昨年は田丸正智さんの今回のプロジェクトの作品を、婚姻という作品ですね、を翻訳いただきました。で、今回、柿沼さんの作品も翻訳いただいて、今、まさに翻訳していただいている最中で今後公開していくんですけれども、シャーニさんにコメントをいただいているので、ここでご覧いただきたいと思います。では、コメントです。どうぞ。柿沼正美さんのけっぱりは希望にあふれた教養小説です。親近感が湧く登場人物や風景だけではなく、その場の匂いまで豊かな感性で描写され、まるで別世界へトリップしたような感覚になりました。このお話では、日本の美を様々に垣間見ることができます。古い平屋という圧倒的ビジュアル、地元野菜の生命力、夜の庭に漂う神妙な雰囲気、時空を超えた伝統と人のつながり、だし汁が染み込んだダンプリン一杯のひっつみ汁、観光施設の伝承園など、読者は岩手の貴重な文化を体験できます。座敷わらしには茶目っ気があり、可愛らしいカリスマ的側面と、恐怖と畏敬の迷信対象としての顔があります。これは妖怪の特徴そのものですが、実は世界中で妖怪に引きつけられる人が増えていて、とても人気があります。
今は幸せじゃないの？座敷わらしの問いかけが読み終えた後も残っています。人間同士であっても、関係性を失うことへの不安を常に根本的に抱えている私たちですが、それを克服する過程をけっぱれと応援してくれ、祝福してくれるのがこの作品です。私もぜひ岩手を訪れて、この土地の魅力を実体験してみたいと強く感じました。はい、シャーニさんからのコメントでした。柿野さん、どうでしょはい、ありがとうございます。嬉しいです。さっき菅原さんもおっしゃってたんですけど、座敷わらしの二面性っていうのを今改めて思って、カリスマ性っていうのを聞いて、あ、座敷わらしカリスマだったんだなと思って、今ちょっとびっくりしてるんですけれども、そのカリスマ性っていうところと、その怖い迷信対象っていう二面性のバランスがすごく面白いなっていうのに今気づかされましたし、あと、妖怪が世界中で人気というか、妖怪小説が世界中で注目されてるっていうのを聞くと、その岩手県ってやっぱりカッパもいますし、妖怪的なお話がすごく多いので、その世界に向けた岩手県の秘めたる可能性みたいのを今急に感じました。ありがとうございます。はい、ケッパレについてお話が非常に盛り上がっているところなんですけれども、今日ご出演いただく予定だったというか、予定の、映画監督の平和弘さん、どうやら電波がちゃんとつながるようになったようなので、ここでちょっとご登場いただいて、その後、ケッパレの感想もお伺いできればと思います。平さん、いらっしゃいますでしょうか。はい、大変ご迷惑をおかけしました。すいませんでした。なかなか、本当、今年一番焦りました。いろんな探し回って、本当に皆さんとお話できて、本当に幸せです。ありがとうございます。監督の平和弘と申します。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ、平さんからのプロフィール、平さんのプロフィール、簡単に私の方から紹介させていただきますので、その後、平さんにはケッパレのご感想などお伺いできればと思いますので、ご準備お願いします。はい、じゃあ、平和弘監督のご紹介させていただきます。2014年に映画、アンボイナじゃ殺せないで監督デビュー。第15回多摩ニューウェーブある視点社会派サスペンスニューウェーブ受賞。2015年に監督脚本を務めた映画、やらずの町コザの雨というタイトルの映画が沖縄国際映画祭にて上映。2020年に QAB 特別ドラマパナウル王国物語にて日本民間放送連盟賞ドラマ部門準グランプリを獲得されています。で、2022年、今年ですね、ご自身が監督脚本を務める映画ミラクルシティコザが全国劇場公開されたということで、今日ちょっとその関係でいつもと違う場所にいらっしゃるということで、ちょっと電波の調子がっていうことだったみたいですけど、ご活躍でもう素晴らしいなと思います。で、平監督には昨年度のこのプロジェクトで、高橋久美子さんに、沖縄県を舞台に書いていただいた、小説の岡の羽衣という作品を監督、脚本としてショートフィルム化していただいております。じゃあ、平さん、改めてよろしくお願いします、今日は。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、いきなり本題に戻りますけど、柿沼さんの岩手を舞台に書かれた、ケッパレという小説ですけれども、はい、簡単に感想をいただければと思います。すいません。すいません。まず、読ませていただきまして、めちゃくちゃ面白かったです。なんていうんですかね。ごめんなさい。ちょっと僕、ギリギリに入ったんで、他の方の感想と被ったらちょっと恐縮なんですけれども。大丈夫です、大丈夫です。失礼しました。大丈夫です。失礼しました。すみません。僕かなと思いました。五感を刺激されるというか、まず一番印象的だったのが、やっぱり僕も小説好きでよく読むんですけれども、すごくなんか描写が丁寧で、匂いが一番特徴的な作品だなと思いました。匂いが分かりやすいというか、なんか濡れた大木、大雨に濡れた大木だったりとか、何回も使い古されたリンスインシャンプーだったりとか、なんかものすごい、僕どっちかっていうと田舎に住んでるので、都会は知らないんですよ。住んだことないので、東京とかそういう都会には。なんですけど、おばあちゃん家って
全国共通でああなんだって思いましたね。やっぱそういう風な描写もそうだし、あとユウとの会話が僕はすごい好きでしたね。すごく若い男の子の淡々として、まあでも幸せってなんだろうと思いながらも、なんか自分や家族との距離感をちょっとずつ詰めていこうと頑張っていく様子だったりとかっていうのが、すごくなんか現代的でいいなと思いましたし、まあ妖怪の話で言うと、沖縄にもまあ妖怪伝説っていっぱいあったりするんですけれども、まあ、キジムナとかっていうのがいるんですね、沖縄の有名な妖怪だと。で、キジムナも実は子供にしか見えないとか、ちっちゃい頃しか見えないっていうようなところがあったりとかして、まあ、なんだろう、この妖怪っていうこの存在が、この作品通して、まあ、どんな作品においてもそうだと思うんですけど、なんか人間の幸せを客観的に見るという、なんか第三者的な存在としてすごくよく機能してるなっていうふうに思いましたし、すごく読後感のいい短編小説でした。ありがとうございます。やっぱりなんか先ほどの、菅原さんや鳥風さんの感想からもそうでしたけど、なんというか、やっぱり普遍的な、その土地を舞台にしつつ、普遍的な、なんというか、描写だったり、風景だったりっていうのが、感じられているのかなというふうに、思いました。今度は鳥風さんがちょっと画面から消えてますかね。大丈夫ですかね。大丈夫。よかった。失礼しました。すいません。はい。ご安心ください。生配信なので、こういうこともあります。ちょっとトラブルが。はい。じゃあ、いきますね。どんどんいきますね。じゃあ、続いては、そうですね。戻ってきてくださっている方です。のりかねさんのパートですね。静岡県の熱海を舞台に、宇崎紅葉の金色夜叉をモチーフにした作品ですね。タイトルは、海の見える街で私たち。こちらについてみんなでお話ししていければと思います。金色夜叉は明治時代に最も読まれた小説の一つとして、知られていますね。はい。じゃあ、海の見える街で私たちのあらすじを、ちょっとご紹介させていただければと思います。カンナとミヤは子供の頃から一緒に熱海の街を走って過ごしてきた。お互いを大切に思い合う2人はしかし、寛一をミヤの像の前でそのポーズを真似して撮った写真を SNS に投稿したことで、大きくすれ違い始めるということで、この今画面ちょっと出てますけど、すごく有名な銅像、寛一がおミヤにちょっとなんというか、蹴りを入れているような銅像ですけれども、森川さんにも著者ご自身に、作品についてまずお話しいただければと思うんですけれども、金色夜叉という作品であったり、今映っている寛一お宮の関係について、どんなふうに最初受け取られたかっていうのを、のりかねさんの方からお話しいただければと思います。はい。金色夜叉、結構有名な作品だとは思うんですが、僕はちょっとこのお話いただくまで読んだことがなくて、で、ちょっとすごく簡単にあらすじを説明すると、主人公の寛一は、誰もが認める美貌を持つお宮と婚約してたんですけども、そこへちょっと富山という、大富豪の、息子なのかなんか、お宮を気に入ってしまって、縁談を持ちかけた結果、ちょっとお宮が心変わりをしてしまうと。で、それに対して、寛一は絶望して、その後に高利貸しっていうちょっとお金を貸したりする、ちょっと悪い仕事をしてしまうっていうちょっと不穏な話なんですが、そうですね、最初このあらすじだけ聞いたときにすごくお宮がなんていうか軽薄でちょっとひどい人物で、一方寛一は悲劇の主人公みたいな風に思ったんですけど、実際はですね、読んでみると印象が結構変わって、実は当時の時代背景だったりとか、そういうお宮が持ってる、美しさというか、そういうところのせいでちょっと翻弄されてしまうような風な人生を送った2人だったんじゃないかなみたいな、そんなことを思いまして、で、寛一はですね、もう最後の結構話は振られてからもすごく長いんですけど、もう最後の最後までお宮を恨み続けて許さないんですね。なんかすごい憎さ100倍みたいな感じで、だけれどもなんかその寛一の恨みつらみっていうのは
単純にこう愛する人を失ったという悲しみだけじゃなくて、なんかこう恥をかかされたとか、ちょっと男のプライドというか、そういうちょっと自分本位な考え方もあったんじゃないかなとか思いまして、で、なんかそれはある意味こう当時の時代背景とかもよく表しているし、ちょっと現代でもこうそういうことはある種残っている側面みたいなとこもあるのかなみたいな、そんなことも思ってですね。で、一方でお宮の方もですね、こう寛一を裏切ってしまったっていうのをすごく後悔して、寛一にこう許しを請う、懺悔して許しを請うような風にな人生を歩むんですけど、というのもそれもなんかこうもともと寛一との婚約っていうのもちょっとこう敷かれたレールというか、なんていうか不可抗力的なところもあった中で、なんか一方的にこうお宮が悪者にされてしまうっていうのもちょっと、理不尽でかわいそうな気もするなとか、そういうことを思ってました。でですね、有名になったその銅像のシーン、少し別れのシーンなんですけど、そこでこう寛一はですね、もうお前を一生恨んでこの日の月、毎年この月をこう僕の涙で曇らせてみせるみたいな、すごい詩的な強烈なこう未練たらたらな言葉を吐くんですけど、そんなことを言われたらお宮はきっともう忘れられないだろうと、なんていうかもう夢に出てくるくらい印象に残って、こうなんていうか恋とか愛ではなくこう自分の罪としてこうなんか懺悔しながら生きていくっていうのはちょっと不幸なことかなみたいな、ちょっと悲しい話というふうに読みまして、そういう結構原作がかなりヘビーというか、ちょっとドロドロしているところが、魅力ではあるんですけども、ちょっと個人的には少し感情移入してしまって、僕がなのでちょっと不憫だなと思ってしまって、自分が今回二次創作をする上ではちょっと圧力とかはあっても、最後はちょっとハッピーエンドに戻ってこられるような、なんか爽やかな話にしたいっていうのが結構意識していたところです。はい。ありがとうございます。もうまさに今おっしゃっていただいたように、原作がなんというか、かなりドラマチックなんだけど、ちょっと、なんというか、ギスギスしてる部分もあってっていうようなところがあったんですけど、まさに今、のりかねさんおっしゃっていただいたように、すごく爽やかな女の子2人のお話で、いいお話ではあるんですけども、ただ、寛一お宮の像、実際に熱海の前のシーンが2場面ですかね、あったかと思うんですけど、そこはかなり、なんというか、原作にも負けないヒリヒリした感じというか、が出ていて、非常に素晴らしかったんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ、ここでまた、翻訳者の方のメッセージいただきたいと思うんです、流させていただきたいと思うんですけれども、海の見える街で私たちという作品、こちらですね、のりかねさんの作品を翻訳していただいている、テリー・ギャラガーさんのコメントに行きたいと思います。今はアメリカのマサチューセッツ州に、お暮らしになっていて、日本にはおよそ10年住んでいたことがあるという方です。で、昨年はこのプロジェクトで、まさに平監督に映像化していただいた、高橋久美子さんのお母の羽衣の翻訳をしていただいています。じゃあ、テリーさんのメッセージです。ご覧ください。このストーリーとても気に入ったんですね。素朴で、とても率直な話で、どちらかと言いますと、とても映画監督の大津安二郎さんの映画のような物語で思い出してくれました。主人公の2人若い女の子が友情が温かくて、その可愛らしさがよく現れています。そしてその一方が芸能界に入って、もう一人はそれがキザだと思い込んでて仲がまずくなる、そのような内容の話ですね。その上、一人の方がお母さんが亡くなってて、お父さんがシングルで子育ちを、理想的でないシナリオが非常に現実的に語っています。
おまけに舞台が熱海っていうリゾート地ですね。とても素敵な場所。うちの近くの、うちの近辺とよく似てます。しかし、温泉があって、親水公園とか、すごく現代っぽいのお話ですね。インスタグラムが、中心的な役割を果たしてて、歴史的な要素も入ってます。というか、どれだけ皆さん、お宮とか寛一の話がご存知なのか分かりませんが、それは熱海にその銅像があります。そのストーリーに出てます。それも仲良しやしのストーリーですね。例の2人の女の子のストーリーと響きがあってよく似てます。これを翻訳させていただいてとても楽しい一つの仕事でした。はい、テリーさんからも金色夜叉と今回の作品響き合っているというような、お話がありました。テリーさん、ケープコッドというマサチューセッツのところに住んで岬のあるような町っていうふうにおっしゃってましたけど、暮らしになっているそうです。森川さん、今のお話を伺ってどうでした？小津安二郎さんの映画のようなっていうようなコメントもありましたけど。そうですね。実はですね、偶然にもなんですけど、前にですね、その小津安二郎さんの名前をちょっと引き合いに出してもらったんですけど、今ちょっと亡くなってしまった雪の町幻想文学賞という賞でちょっと佳作をいただいたことがあって、その時にですね、審査員の入井正史先生っていう方から、なんか授賞式の席で、ちょっと君、小津安二郎好きかみたいな風に聞かれて、なんか雰囲気似てるよみたいなことを言ってもらったっていう経験があって、なんかちょっと偶然にもこうつながったなっていうのでちょっと嬉しかったのと、あと本当に単純にこのストーリーを気に入ってくれたっていうふうにテリーさんが言ってくれたのがとても嬉しかったですね。翻訳してもらえるっていう経験自体僕は初めてだったんで、まず本当に感謝の気持ちをテリーさんにお伝えしたいなと思っています。はい。ありがとうございます。テリーさん、炎上父さんだったり、島田雅彦さんだったり、山田恵美さんとか、そうそうたる日本の作家、翻訳されてますので、その方からすごい気に入ったっていうふうにおっしゃっていただけて、なんかやっぱり素晴らしい作品だったんじゃないかなって改めてと思いました。平監督、いかがでしたか？はい。今回、のりかねさんの小説読ませていただきまして、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、映像が目に浮かぶ描写がすごく多かったです。冒頭で南国っぽくないっていう風なのもあったんですけど、熱海僕行ったことないんですけれども、なんとなくその色彩とか、淡い色合いの海だったりとかっていうのもすごく、目に浮かんで、楽しく本当に読めました。で、やっぱり、この後見ていただく岡の羽衣も女の子2人の話だったので、なんかすごくその女の子の会話ってすごく難しいなっていうふうに思ってたんですけど、すごくのりかねさん上手にだんだんヒリヒリしていく感じとか、SNS で片方が有名になってっていうようななんていうんですかね、ちょっと嫌な感じとかも描写していって、結末の方はすごく良かったですね。一緒に走っていくっていうのもすごくなんかこんなこと言ったらあれかもしれないですけど、すごく映画的でドラマチックでした。最後の方の走る描写とかもすごく頭の中に浮かびましたし、カンナとミアですよね。ミアの2人の関係性が、この2人だけの話で、これだけ映像として見えるんだなっていう風なのをすごく感動しました。面白かったです。ありがとうございます。菅原 B さん、いかがでした？寛一とミアの2人が、同級生の女の子2人に置き換わっていくっていう、なんかまずそこでドキリとさせられて引き込まれていったっていうのがあって、やっぱり二次創作、今回ね、もともとある話をなぞって書いていくっていうプロジェクトなんですけれども、こういう解釈があるんだなっていう、最初からまずその点ですごく引き込まれつつ、あとはそのランナーの
その主人公が陸上していてこう走っているんですけれども、そのランナーのこう眼差しにこう引き込まれるというか、自分自身がその走り手のこう視点を持つことができる。なんかそういう疾走感がこうすごくこう全編を通して、なんだろうな、気持ちよく最後まで運んでくれたというか、その寛一と宮のね、なかなかこうちょっと愛憎入り乱れる、ちょっとドロッとしたような金色夜叉が、こういう突き抜けた、その熱海を舞台にした、この一編に生まれ変わるんだなっていうのが、とても面白かったですね。柿沼さんはいかがでした？はい。すごい、本当今、菅原さんがおっしゃったように、ちょっとドロッとしてる原作が、こんなに爽やかに二次創作になるんだなっていうのはまずびっくりしていて、で、SNS とか、あとバズり方とか、そういうのがもう本当に令和っていう感じで、令和の青春小説を見たっていうような感想です。で、あと切実に静岡県に行きたいなと思いましたね。静岡の熱海の海を見たいって思いました。鳥飼さんどうですか？いや、もうすごい、もう皆さんの感想がめちゃめちゃ嬉しくて、で、平監督がおっしゃってくれたその女子高生の会話がこう、ちょっと印象的に残ってくれたってことで、僕、初めこの題材を選んで書き進めていく中で、なんでこの題材にしちゃったんだろうってぐらい、ちょっと、やっぱり自分とは馴染みのない女子高生っていうのを想像しながら書かなくちゃいけないというので、ちょっと結構苦しんだというか、なんかもう、ひいひい言いながら書いたんですけど、それがなんか実ったというか、こう、そう言ってもらってちょっとほっとしたっていうのはありますね。で、あとその青春みたいなのをすごい、もう思いっきり青春小説にしようっていうのがもうテーマとしてあったので、そういったのがもう皆さんからこう感じてもらえたってことで、非常に満足しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では続いては、昨年度このプロジェクトで、高橋久美子さんに執筆いただいた「おかあの羽衣」という作品のショートフィルムをご覧いただきたいと思うんですけれども、ご覧いただく前にまずは平監督から、見どころをご紹介いただいて、でその後に、本編みんなで見た後に作品について語り合えればと思っておりますので、平監督、じゃあ見どころをご紹介いただけますでしょうか。はい、本作、おかあの羽衣はですね、いわゆる沖縄の、リゾート的な風景っていうのは一切映らないんですけれども、でも、沖縄県北部の大宜味村というですね、小さな村の、本当に半径500メートル以内で全て撮った作品なんですね。ほとんどもそういう場所で撮ったので、小さい場所で、綺麗な場所で生きる2人の女の子と1人の、女性、母親の物語なんですけれども、どこにでもある、結構いろんなところにある羽衣伝説を現代版に置き換えたら、こういう話になるんじゃないかなっていうことで、原作の方といろいろ映像化する際に、話をすり合わせながら作りましたので、見どころはもう一番は沖縄のなかなか見れない大宜味村という場所の景色を楽しんでいただけたらなと思います。平監督、ありがとうございます。では、おかあの羽衣の本編を皆さんにご覧いただこうと思うんですけれども、まず、ご出演者の皆さん、一旦マイクをオフにしていただけますでしょうか。このパネルディスカッションの皆様、マイクをオフにしていただけますでしょうか。はい、それではお待たせいたしました。おかあの羽衣の本編です。それでは、どうぞ。
その日、私はお母さんの羽衣を見つけた。湿気。のこい男。交通費でないバイト先。汚い犬。早い。アウト。負けた。そうだ。たけ先輩には内地行くこと言ったの。遠距離だね。内地で仕事探すって言ってくれてるけどね。部屋もいいとこあって駅から30分で8万円。高いね。まあ1人4万か。待って3人で分かった。じゃあまた後で。バイバイ。私、嫌いなものが多い。魚介類、比嘉さんの犬、那覇までの渋滞、牛乳、聞き取れないそんな放送、ローカル CM、同級生のヤンキーとその先輩、かっこ薫の彼氏、借金だらけのお父さん、大丈夫だよ。あとここも嫌い。はい、おかえり。ちょっと味見てくれない？辛いかね？辛い。いいくらいでしょう。決めてるなら聞かんでよ。お父さんのどこが良かったの？何よ。会社員してればよかったのに。那覇から引っ越して全然うまくいってないさ。観光客も減ってるから仕方ないし。借金は全然減ってないさ。だのに毎日酒ばっか飲んで。仕事できなくなったらどうすんの？お父さんの一番の取り柄は体が丈夫なことだし。お母さんが本当にしたかったことって何？あのさ、どうしたのそれ。酔っ払って。は？あの子今舌打ちしなかった？お、駅から3分、近くにファミレスもある。めっちゃいい。おいくら？14万円。えぐいね。しかもめっちゃ狭い。本当だ、めっちゃ狭いじゃん。ね。全然よくない。ね。さあ、これ見てよし。何これ？フランス行きの航空券と、これ多分ラブレター。誰の？わからん。多分めっちゃ昔にフランス人からお母さん宛てに。多分お父さんと出会ってなかったら人生変わってたんだろうなって思って。ルーリーのお母さん綺麗だもんな。目カルシみたいだな。
メカルシ？うん、組踊り。空から落ちてきた天女様の羽衣を地上の男が奪って天女様が地上で暮らす話。ルリ、ハッピーエンドなのそれ？バッドでしょう。自己中だよ地上の男。まあでも羽衣盗むなって。ええ、一緒に内地ついてきてくれるんじゃないわけ？行くよ行く。カオル、何？帰ろう。うん、行くよ。じゃあね。ねえ、その呼び方本当にやめて。汚い。おかえり。これ。ん？何？ああ、懐かしい。お母さんフランス行こうとしてたの？そう、向こうで修行してお菓子屋開くのが夢だったの。なんで行かなかったの？さあ、なんでだったかな。絶対もう一回フランス行った方がいいと思う。あんたたち置いていけないよ。行った方がいいってば。ドアがカラカラカラって開いたら中にハリウッドスター。ハリウッド？誰かも。誰が？キャサリン・ゼタ。キャサリン・ゼタ？近所。誰？ラムジ。おー、ルリ。おいで。何してんの？ミーティングさ。一生そのまま休んどけば。あらあら。なんか怒ってる？お母さんを行きたいところに行かしてあげようよ。お父さんが私たちがいつまでもこんなだからお母さんやりたいことできないんじゃん。どうしたルリ？なんかあったの？とりあえずおいで。魚余ってるから。ルリ？ちょっと待ってルリ。どうしたわけ？あと私も来年内地行くから。はあ？そんなの聞いてないよ。っていうかお母さんはどこ行きたいって言ってるわけ？フランス。パティスリー・バンソン様。私は山脇春子の娘の瑠璃と言います。私の母は17年前そちらのお菓子屋さんに修行に行く予定でしたが行けませんでした。なのでお願いです。今からでも母の修行を認めてもらえませんか？母は夢を諦めていません。どうかよろしくお願いいたします。宮城瑠璃。17年前お母さんが行こうとしたフランスのお菓子屋さんにメールを送ってみた。母にもう一度チャンスをくださいと。でもフランスより先に別の悪い知らせが届いた。ターケイ先輩が那覇の土建屋に就職が決まって薫も内地に行くのをやめた。羽衣を奪うのはいつだって男だ。はいはい皆さん、もう今日はね息子の就職祝いこんなに丁寧にもうありがとうございます。だけあんたこっち来なさい。あんたが主役なのね。うるさい。もう彼女も
こんな可愛い島の子を捕まえて、もう私の若い頃そっくりさ、もう。そうか、余計なこと言うな。全然絶対な。知らないでしょ、私の若い頃見る。ルーリー、進路決まったか。それ聞いてどうするの？カオルの好きな芸人わかる？カオルの好きな漫画わかる？カオルが何の勉強大学でしようとしてたかわかる？あれ。やめれよ。ちょっと無理。何してんの？来て。どうしたの？バッドエンドじゃん。カオル、行くよ。めんどくさ。若者は夢が叶ったり挫折したりしなきゃダメですか？ああ、そうだよね。ここはどこよりも綺麗で居心地のいい牢獄。全員このままここで無期懲役。どうしたの？返事来た。フランスから。レオリー。フランスに好きな人がいるんでしょ？本当はその人のところに会いに行こうとしたけど、私ができちゃったせいで。お母さん、こんなところに閉じ込められちゃったんでしょ？おいで。手紙読んだ？うん。フランスでお父さんに出会ったの。え？うん。手紙はお父さんにもらったやつ。マジで？そう。ここに来てお母さんは幸せだった？私はお父さんに出会って、あなたに出会って、ここに来た。そしてここで暮らしてる。それだけで十分幸せ。だからまたフランス行きたいな。え？あ、言えた。言った。私言えた。言った。
ルーリーはさ、あ、言わないで。私と似てるね。どこが？私、夢とかもう薫も内地行かなくなって、だから行きたいところとかもないし、なんかそういうの何にもないよ。何にもないよ。大丈夫。ルーリーは私とそっくりだから、必ず行きたい場所に飛んでいける。誰も私たちを縛れないから。お父さん、ちょっと家開けていい？지방방캠에 시스부 부부와 머지 안으로 타타타타 자톤데 루톤 크르포ほら手伝ってくれるわけ？これ。うん、ガーッとつけて。あっちこれ。もっともっともっと強くやらんと。もしもし。そう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 。はるちゃん。フランス行ってももちろん戻ってはくるよね。お母さんはお父さんの怪我が治るのを待って夢に向かって旅立っていっちゃた。んと働くからもう。あっ何してんの？これはこの島に降りてきた天女様のお話。
はい。ということで、オカード羽衣をご覧いただきました。皆様、マイクをオンにしていただけますでしょうか。はい。平監督、素晴らしい作品に仕上げていただいてありがとうございました。今回、原作が、今回のような形で小説で日本の美をテーマにした小説をさらにその日本の美を表現する、映像作品にしていただくっていうような、なかなか難しいご依頼だったかなとは思うんですけども、そのあたりについていかがでしょうか。はい、まず僕、初めて原作があるものをやりまして、今までずっとやっぱオリジナルで作ってきたものですから、まずその場合、このかの羽衣がどういったものを描きたいんだろうとか、どの部分は絶対外しちゃいけないんだろうとか、いろいろ考えたんですけれども、やっぱりこの話、すごく沖縄で撮る意義がある作品になるなっていうふうには思っていて、やっぱりなんていうんですかね、その目的とかその目標っていうのが、いわゆるこの羽衣で比喩的に使われている部分だったと思うんですね、その原作でも。なので映像化するときはやっぱりその羽衣を見る女性のキャストだったりとか、すごくなんか悩むところはいっぱいあったんですけど、一番悩んだのはロケッチでした。この羽衣伝説というか、この岡の羽衣ですよ、岡の羽衣というこの短編小説が見せている世界が皆様が描いたような感じですごく丁寧に綺麗に描写されている場所だったので、そういった場所って沖縄に実はあんまりないんですね。もう本当にバーッと綺麗な場所っていうのはあるんですけど、なんかこの淡い質感の場所というのがなかったので、今回大宜味村という場所に出会えたことも一つこの作品を、なんていうんですかね、二次的に作る上ですごく良かったです。ありがとうございます。菅野敏さん、作品ご覧になっていかがでしたでしょうか。はい、原作があって、今回初めて映画化されたということなんですけれども、その原作の行間の部分とか余白の部分っていうのがとっても色鮮やかに色づいて、新しい息吹を吹き込まれているなっていうのを全編通して感じていて、最後までとっても引きつけられたんですけれども、なんかいわゆる沖縄のステレオタイプなこの鮮やかな青い海とか白い砂浜とかそういうものじゃなくて、この柔らかいちょっと優しい淡いような光のこの大宜味村の自然の美しさと、なんだろうな、今回新たに息吹を吹き込まれた映像の重なりっていうのが本当になんだろうな、その場所に巡り合えたことが大きかったってね、監督おっしゃってたんですけれども、でもそのあたり感じたのと、あと羽衣がなんだろうな、その時には手に取れなかったとしても、なんかいつでもそれが手に取れるんだよっていうような、いつでも実は自分次第でその羽衣、まずちょっと色が変わっていたり素材が変わっていたりするのかもしれないんですけれども、その時々の幸せの形でその羽衣はあって、いつでも手を伸ばせば掴むことができるっていうような、なんかそういう思いみたいなものもとても、楽しく拝見させていただきましたね。はい。柿沼さんいかがでした？はい。原作を読んでるだけだと結構不安要素っていうのが多いなって、途中までバッドエンドって主人公が言ったあたりぐらいまではやっぱりバッドエンドじゃんっていうふうに思ってたんですよね。内地に行く行かないっていうのが大きな人生のテーマだったりとか、付き合ってる彼氏がみんな知ってるとか、なんか
恋愛一つするにしても、進学一つするにしても、結構選択肢が狭まれてる世界っていうのが当たり前にあって、でそういうバッドエンドから結果的には、お母さんのお話でハッピーエンドにはなるんですけど、そのバッドエンドの間さえも映像化されたことで、海の景色だったりとか、その海沿いを友達同士でたわいない話しながら歩く様子だったりとかがあって、原作を読んだり文字で読むだけでは分からなかったその穏やかさとか、ちょっとした安心感の要素みたいのが今回映像で示されてたので、フィルムってすごいなって思いましたね。成金さん、いかがですか？同じ、なんというか、海辺というとあれですけれども、全然違うけども、こう、共通する部分も舞台としてはあるかと思いましたが。そうですね。やっぱりこう、僕がイメージする沖縄とはそのロケ地をこう選んだところから、ちょっとニッチなところというか、すごい自分が知らなかった沖縄みたいなのが見れたなっていうのはすごいありまして、で、あとはですね、僕はこの岡の羽衣の原作も読んですごく面白く読んだんですけど、今回映画を見て、一番印象に残ってたのは、その原作にはなかった場面。瑠璃の友人の薫が、彼の就職先が決まってしまって、内地に出ることを諦めるシーンで、その、不条理みたいなものに対して、こう、主人公が怒りをぶつける場面っていうのが、結構、印象的な言葉を使って表現されてて、すごく強い言葉なんですけど、なんか、その時の映像もすごく綺麗で、なんかその対比にすごくハッとさせられたというか、なんか自分が人に対して期待してる美しさとか、その美しいものを見る時の目みたいなのが、なんかその裏側とかちゃんときちんと見えてるのかなとか、そういうところまで考えさせられる、なんかすごい深い作品だなと思いました。はい。平監督、どうですか？お三方の感想を踏まえて。いや、もう面と向かって褒められると普通に嬉しいなっていうのがあれなんですけど、でもおっしゃる通り、この原作にない場面っていうので、僕がこの読んだ時に、沖縄ってやっぱりそのぬるい牢獄のようだっていうのは僕は思ったんですよ、主人公のリリが思うように。なんか、どこまで行っても生きていけるんですよね。いわゆるシーンってスローモーションでこのまま全員ここで、無期懲役みたいなっていうセリフがあったと思うんですけど、なので僕はこの作品を見てほしい人は、女の子の中でも、この沖縄によくいるんですよ。本当に何も夢がなくて、ただ生きてる、リゾート地で生きてるという状態の場合、なんか主人公たちがやりたいことがあったりとか、小野真知子さん演じるお母さんもそうだし、川島リリカさん演じるその薫もそうだし、でも瑠璃は何にもないんですよね。何にもないっていうのがものすごく怖いことで、沖縄にいると。だからその何もない人を置いていきたくなかったんですよね。その羽衣伝説の話を何か映画化するときに。羽衣が全くないんですよ。羽衣がない人はじゃあ生きてちゃいけないのみたいなっていう、ちょっとそのアンチテーゼ的な部分も含めながらやったので、羽衣ずっと見えてた羽衣っていうのは何だったんだろうかっていうのが、ちょっと最後に示したかったテーマなので、本当に何ですかね、皆さんの感想を聞いてて、もう一回見直したときに、もうちょっとうまく作れたんじゃないかとか、いろいろ反省もしながら見てたんですけど、本当にまずありがとうございます。ありがとうございました。はい。そうしましたら、続いてですね、小説の方にちょっと話題をまた戻しまして、菅原敏さんに福岡を舞台にした作品、琥珀色の瓶という作品書いていただきましたけれども、こちらについてお伺いできればというふうに思います。で、あらすじご紹介します。幼い頃、両親と過ごした福岡市郊外に家を買った主人公の私は、亡くなった母が大切に育てていた梅の枝を携えて引っ越しをします。
福岡と京都を行き来する梅の木とそれに重なる家族の思い出、そしてこれからの私の暮らしというところで、この小説では福岡県に伝わる飛び梅伝説と菅原道真の和歌が題材にされています。はじめに、じゃあ菅原敏さんからこの作品について一言いただきましょう。はい、お願いします。はい。菅原道真が、京都で、失脚して、その太宰府に流されていったっていうようなことは皆さんご存知だと思うんですけれども、その道真と彼が残した一種の和歌がありまして、その和歌とあと飛び梅伝説っていう民話が残っている伝説があるんですが、そのあたりを下敷きに書いた短編になっています。前編を通して時間の重なりみたいな部分を、テーマには据えていまして、琥珀が作られていく長い歳月をかけて結晶化していくようにその家族関係だったり、その建物だったり、いろいろな部分、その時間をかけて、磨かれていったり、良い形になっていくものとか、そのあたりを、考えつつ、記した短編になっております。はい、ありがとうございます。すごくなんというか、梅の香るような匂いが漂ってきそうな素敵な小説だったなと思いましたけれども、じゃあ、のりかねさん、読まれていかがでした？本当にもうすごく素敵なお話で、単純に読めてよかったなと思ってます。ね、そのモチーフになった飛び梅伝説、僕はちょっと読むまで知らなくてですね、その、なんていうか、菅原道真を追って梅が飛んでくるみたいな、それだけで結構面白い伝説だなと思ったんですけど、今回の作品では結構ですね、すごく自然にその伝説がうまく消化されていてというか、登場していて、すごい重要な役割を果たしていって、で、っていうのがすごい良かったです。あと、そのお話の中で梅の木っていうのは、結構主人公の女性にとっては、もう子供の頃から日常の中にあったものだと思うんですけど、実はそれが庭に埋められていることにもきちんとエピソードがあって、なんかそういう過程の中でなんか何気なく馴染んでいるものにもなんか物語ってあるなって思っていて、結構そうですね、それを家族がわざわざ話さなかったりとかして、でもふとした会話で知ってまた家族の歴史がつながるみたいな、そういうところがなんか梅の木とかその梅酒の瓶とかでなんかすごく表現されていて、すごい愛おしいお話だなと思いました。はい、柿沼さんいかがでした？はい。まず最初に序盤の方で空き家バンクっていうのが出てきて、このコロナ禍で空き家バンクとか郊外の田舎の空き家って結構注目されてたと思うんですよね。で、東京にいると本当に一瞬空き家バンクって頭よぎるんですよね。なんかいいなとか行きたいなとか使いたいなとか住んじゃおうかなとか思うんですけど、そこからまず個人的にすごく興味を持てたっていうところと、あと家族関係の中で主人公が少し家族を遠ざけてしまうような感覚、仕事とかいろいろな、言い訳というか、そういう自分の生活の中でどうも近づききらない、確かめたいこと確かめられないっていう遠ざけてしまう感覚もすごく理解できたし、でもそれでもその時間の経過とともに寂しかったみたいっていう風に言える素直さがあって、本当に救われるような気持ちになりました。で、最後の方で梅酒と花の描写があったと思うんですけど、それがすごくほっこりして、これから先の長い時間、これからそこで暮らしていく時間が明るくなっていくんじゃないかなっていう予感をさせてくれているところがすごく安心できました。
平監督、いかがでしょはい、もう、そうですね、柿沼さんたちのこのお二人の作品と対照的にものすごくモノローグというか、自分の中で考えるような時間が長いような、そういう作品ですごく僕は見ていて面白かったです。なんかすごいなと思ったのが、ほとんど何も起きていないのに、ものすごく何かが起きているような感覚で読み進めていけたというか、でそれって僕やっぱり映画で自分でシナリオを書いてると、やっぱり何か人が死んだりとか、なんか事件が起きたり、何かやっぱり展開を作りたくなるんですけど、展開がないのに面白いってすごいことだなと思いまして、やっぱりあと皆さん共通してもう物の描写が美味しそうっていうのがあるので、梅酒飲みたくなりましたね、すごい。で、やっぱりずっと主人公が喋らないし、あんまりやっぱり人とコミュニケーション取らないので、最後の土間に、叩き土間に、寂しかったっていうのは、すごく音声的にもやっぱ想像できましたし、ものすごくいいラストだったなと思いました。ありがとうございます。はい、皆さん素晴らしい感想ありがとうございます。じゃあ続いてですけれども、今回、琥珀色の瓶を翻訳いただいた、エミリー・バリストレイリさんからも、ビデオで感想をいただいております。アメリカ・ウィスコンシン州生まれ、2012年から東京にお住まいの翻訳家の方です。エミリーさん、角野猫さんの魔女の宅急便だったり、森見富彦さんの夜は短し歩け乙女などの人気作も英訳されている方です。じゃあ、エミリーさんからの、ビデオメッセージをご覧ください。こんにちは、翻訳者のエミリー・バリストレリです。今年もお招きくださってありがとうございます。菅原便の紅白色の瓶を英訳させていただきました。菅原さんと何回か詩の英訳を一緒に仕上げたことがありますので、今回菅原さんの短編が来ると聞いたらワクワクしていました。そして福岡の話になりましたね。福岡は1回しか行ってないですが、その時見た景色とともに行き損ねた場所というか食べ損ねた茶漬けも描写されて、また行きたくなりました。あと桜じゃなくて梅というところも良かったですね。両方が日本の美の一部だからたまに梅にもフォーカス。そして体の動きに伴う不思議な感情の高ぶりをピックアップして、これから家になるところで床の作業をしている時にお母さんへの思いが湧き出る場面があるんですが、それ結構グッときました。伝統的な手法が今の生活にスーッと入ることは結構みんな憧れると思うので、まさに梅酒みたいに琥珀色に熟成するような書き方だと思いました。まだ読んでいなければぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。エミリーさんとビンさんは、なんというか、おなじみのペアといいますか、これまでもお仕事一緒にされてたんですよね。そうですね、尾道をこうテーマにした季節ごとに詩を書いてるんですけれども、その翻訳をエミリーさんにお願いしていたり、今まで何度か詩の翻訳をお願いしております。今回短編でワクワクしてましたっていうような言葉ありましたけど、はい、いかがですか、感想を伺って。いやー、でも嬉しいですね。そんな風にこう読み解いていただけるっていうのは、なかなかこうしてこう直接書き手の方、作り手の方からこう、オンラインではありますけど、対面で感想いただけるっていう期間もないので、とっても貴重な、自分では気づかない視点みたいなものをね、今回も4人の方からいただけたのはとても大きな、財産かなと思っていて、以前もともとその古の古典的な詩を現代語に、ある種跳躍するっていうような詩集を出したりしていたんですけれども、ちょっとこうその時のかつて生きていた古の詩人にこう眼差しを重ねるみたいな部分が今回の短編でも少し生きてきたというか、思い出しながらやってたんですけれども、なんかこう昔も1000年以上前の一編の、和歌をなんかこう現代に解釈する楽しさみたいなものをね、
今と昔と、あと未来をこう行き来しながら楽しんで書かせてもらえたなと思ってます。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、ビンさん、今までも恋愛の詩ですかね、古今東西のものを現代に蘇らせるというか、新たな息吹を吹き込むみたいな作品を作っていらっしゃいますけど、今回道真のその和歌っていうものをその短編にするっていうような、その詩からさらに長い物語を、詩が短いからその物語として短いってことではないとは思うんですけども、実際にその文字数として、ボリュームとして、長めの物語を書いていただいたということに関していかがでした？そうですね、名字が一緒なので、こういう形で道真さんに触れることができたのがまずとても面白かったのと、本当に一辺の悔しい気持ちで書いたと思うんですよね。彼が京都から太宰府に左遷して、流された時に主がいなくなったからといって咲かないなんてことはやめてくれよと大事にしていた梅を愛しんで読んで、そうしたら、それを聞いた梅が一晩のうちに、京都から福岡にね飛んできたっていうのが飛び梅伝説なんですけれども、遠い遠い昔のちょっとやるせない気持ちで書いた一編を今の現代の私が解釈する楽しさというか、おそらくは今だったらツイッターにぼやきをつぶやいていたような感覚で、もしかしたらその和歌をね一編残していたのかななんていうのを考えたりしながら、もし彼が今いたらどんな風に描いたのかなっていうのは、今回書いていて、感じてましたね。ありがとうございます。菅原つながりもありましたけど、今、エミリさんのコメント聞いて気づいたんですけど、瓶もあれでしたね。菅原瓶の琥珀色の瓶ってちょっと引用するんでもうシャレのようにね、なってはいるんですけれども、その琥珀もそうですし、梅酒もそうですし、土間の叩きとか、ひいては人間関係もそうだと思うんですけれども、時間とともに角が取れて馴染んでいって、なんだろうな、味わいが増していくとか、そういう部分が、今回のこの日本博のテーマにもなっている日本の美みたいな部分と結びつくのかなっていうのは感じてましたね。ありがとうございました。最後まさにB さんおっしゃっていただきましたけれども、最後に皆さんに、日本の美っていうところについてコメントをいただければと思うんですけれども、今までその書いていただいた作品であったり、読んでいただいた作品であったり、見ていただいた作品であったり、撮っていただいた作品であったりっていうところを通して、皆様それぞれいろいろお感じになったところあるかと思うんですけれども、最後に、皆さんそれぞれに日本の美について、コメントをいただければというふうに、思っております。じゃあすいません、柿沼さんからお願いできますでしょうか。はい。さっきショートフィルムも拝見して改めて思ったんですけれども、いわゆるステレオタイプの美しさって、日本の美しさとか、よく海外向けに作られたものってやっぱり観光地だったり、大きいお祭りだったり、その着物とか神社とかっていうアイテムものだったりとかっていういろいろあって、それはもちろん変わらずにずっと人気あるとは思うんですけど、実はその地方とか郊外とか、都心でもまだ知らないところあると思いますし、そういうところで普通に暮らしている人、当たり前に生活している人で普段食べている料理だったりとか、そういう何か大きい特別なものじゃなくって日常生活っていうのが素敵なことが多くて、そこに日本の美しさっていうものがたくさんあるんじゃないかなっていうふうに今回感じました。ありがとうございます。はい。成田さんいかがでしょう。はい、今回の企画を通じて各地の魅力だったり美しさっていうものに触れたわけですけども、僕が感じたのは美みたいなものはそれを見る眼差しとセットであるのかなみたいに思って、なんていうか何か美しいと思うときにそれが他人の目なのか自分の目で見たものなのかみたいないろいろな情報が
こう溢れてる時代の中で、結構自分の本心とか思いのままにこう何かを美しく感じることっていうのが難しくなりつつあるのかなみたいな、そんな風に思っていて、ただそんな中でなんかこう、普段暮らしていない街を訪れたり、その土地に根付く物語っていうのに触れていく中で、こう改めて自分の気持ちとか記憶とかと向き合うきっかけみたいになっていって、そこでこうなんというか、そうですね、こう自分の改めてこう考え直すことができるというか、こうそういった意識をこう持って生活するなんかきっかけをくれた企画かなみたいな風に思っていて、すごい参加できてよかったなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、菅原 B さんお願いします。はい、先ほどね、ちらっとお話はさせてもらったんですけれども、私が今回そのテーマとして日本の美考えたときに、その時間の重なりによって磨かれていくものっていうものがコンセプトとしてあって、その土間の叩きだったりの小説の中にも出てくるんですけれども、太宰府の天満宮も今年で多分1200年とか1300年ぐらい経ってるものだと思うんですが、そういう時の経過と、日本のならではの花鳥風月の自然との重なりみたいなのもあると思うんですが、より目線を近づけていくと、その時間の重なりも日々の営みみたいなところに行き着くのかなと思っていて、それぞれの時代に生きていった我々の日々の営みがこうして重なって今私たちの前にあるんじゃないかなと思って、そのあたりを日本の美として考えて執筆させていただきました。とても楽しい機会になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に平監督、よろしくお願いします。はい、今回日本の美をテーマにということで短編撮らせていただいたんですけれども、我々技術スタッフとかとロケハンとかシナハンっていうものをよく行くんですけど、シナリオハンティングだって場所探しだったり、その時によくカメラマンとよりどころがこの場所は多いよねとかっていう言い方をするんですね。一つフレームの中にただ海を映すにしても、これが北谷の海なのか、名護の海なのか、那覇の海なのか、もしくはその東京の海なのかっていうのが、海だけ切り取ってもわからないんですけど、そこに何かその趣深いものが映ってるだけで、やっぱりそこは違う印象を持つし、今回はその主人公の瑠璃が最初と最後で同じ構図で海を見るんですけど、塩谷湾という場所を嫌いなものが好きになるっていう、そのなんていうんですか、綺麗な場所でも汚く見えてる人もいるし、綺麗に見えてる人もいるし、なんか今回一番やっぱり思ったのが、皆さんはもう小説でものすごく文字であれだけ想像させて描かれて美しさが想像できるなって思ったので、やっぱ見るだけじゃなくて情報なんだなと思います。匂いだったり食感だったり、また聞こえる音だったりとかっていうので美しさ全て入っているんだなと思った時に、この日本っていう国は本当に四季があって、でこれから先やっぱり観光っていうところでいろんな外国の方とか、国内で今どんどん旅行も増えてると思うんですけれども、やっぱみんなその場でよりどころ自分で写真撮ってやるにしても、この場所に何が写ってるのかとか、どんなものがあったのかっていうのをやっぱり感じられる国なんだなっていうのを改めて今回の皆さんの作品通して、また僕自身撮らせていただいたものも通して思いました。ありがとうございました。皆様、それぞれ日本の美についてお話しいただいて、非常に重なる部分、感じていただいているところが、重なる部分が非常に多かったのではないかなというふうに思いました。皆様ありがとうございました。じゃあ本当にそろそろお時間になりましたので、最後にちょっと私の方、我々の方からお知らせなんですけれども、今回その日本各地のストーリー創作プロジェクトっていう形で皆様にご参加いただいたんですけれども、去年から日本各地のストーリー公募プロジェクトというものも開催しております。これは本日ご紹介した短編小説、皆様にご執筆いただいた作品同様に、日本各地に伝わる物語の二次創作を一般公募するという企画ですね。
すでに8月から募集開始していまして、たくさんのご応募もいただいているんですけれども、今年いっぱい、12月31日まで、募集しておりますので、ぜひ今日のシンポジウムや皆様の作品から、刺激を受けた方は自分でも書いてみようというような形でご応募いただけたらありがたいなというふうに思っております。はい、最後お知らせでした。それでは本日は皆様長時間本当にお疲れ様でした。素敵なお話していただいてありがとうございました。これにて日本各地のストーリー創作プロジェクトパネルディスカッションは終了となります。皆様どうもありがとうございました。ご視聴してくださった皆様もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。